初ケースフィルターだけ変えようと思ったのですが、スポンジの劣化が結構きてたのでインテーク側のエアフィルターもチェックすることに。ケースのフィルターは触るとすぐバラバラ、新品に交換しました。簡単にやった感が得られるのでおすすめです。エアフィルターはまずサイドパネル下側のパーツを外しましょう。やり方いろいろあると思いますが、今回はウインカーを外した穴からボルトを緩めました。あとはセンタートンネル脇のプラスネジを外せばボコッと抜けます。突起がゴムのグロメットに入っているのでグッと引けば取れます。見えているところのプラスネジを外して、上側に隠れている指で回すネジも外せば開きます。硬かったからバイスで回しちゃったけどね。なくなっちゃってるじゃん。吹き戻しのオイルが積もり積もって劣化させてどこかに消えたかな。触る端からボロボロ崩れていっ、無交換無チェックのエアフィルター、こんなになっちゃうのね。この GTS は多分2012年頃の車両です。オイル交換はしてたっていうのはオイル交換以外は何もしなかった。なんだな。とにかく汚いので水をジャブが消して界面活性剤。きれいになれよ。エアクリーナーボックスについてるこれ、エアクリーナー内に吹き戻しが溜まっても外から見てわかるようについている窓なんだね。以前乗ってたデルビとかもっと透明だった気が。黄ばんじゃってるからそのうち新品部品探すかな。さて購入したのはマロッシュレッドフィルター。ド定番。これにするだけで 0.3 馬力アップらしいです。ほんとかな。フィルターオイルとかよくわかんないので転がってた適当なツーストオイルを染み込ませます。専用オイルがあるぐらいなのであんまり良くないかも。わからん。低油化スでやることじゃないな。謎のロール車がテストみたいになってますが、まんべんなく染み込ませれば大丈夫でしょう。不安な方は専用オイルを染み込ませてください。
んなもんやろ。あとははめて終わり。年式古くてフィルターチェックしたことない人は見た方が良いよねってお話でした。こんなになっちゃってるかもだからね。